こんにちは、ボイストレーナーのちひろです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、歌の悩みっていろいろあると思うんですけれども、その悩みに対する練習曲をピックアップしてご紹介していきたいなと思います。そもそもしっかり歌を歌えるようになることで大切なことって、いっぱいあると思うんですけれども、例えばその呼吸が安定しているとか、声がまっすぐ伸ばせるとか、正確な音で歌えるとかですね、いろいろあると思うんですけれども、全部がしっかりバランスよくできることって結構大変なんですが、それができるプロの方の歌を歌ってるのを聞いていると、結構簡単そうにさらっと歌われていらっしゃいますので、すごいなと思うんですけれども、やっぱりですね、それがバランスよくできない方、多いと思うんですよね。結構僕自身もよく生徒さんから相談されることが多いんですよ。例えばその音程がうまく取りづらい方であれば、その音程を強化するための練習曲とか、あとは声があんまり安定しない方が安定させるために最適な練習曲とかね、どんなのがありますかとか結構直接相談されることが多くて、その都度こういったのいいんじゃないですかっていう形で提案してるんですけども、それをちょっとまとめたような形のですね、動画としてお届けできたらなと思いますので、早速ご紹介していきたいと思います。で、ちなみに今回ご紹介する練習曲っていうのは、私が自分なりに紹介しようかなと思っている曲なので、もちろんその一つの曲から学べることってそれだけではないですし、他にも勉強になる曲ってたくさんあるとは思うんですけれども、あくまでも私がいいなと思ったものをピックアップしてご紹介していきたいなと思います。で、一つ目は呼吸のトレーニングですね。ブレストレーニングって言ったりしますけども、結構言葉数が多くて、メロディーのアップダウンが大きいものですね。息を大量に使うような曲とかっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。あとはテンポが速くて、ブレスのタイミングが本当に一瞬の曲とかね、っていうのはすごく練習になるんじゃないかなということで、2曲ピックアップさせていただけたらなと思うんですけども、一つ目が夜遊びさんの夜にかけるですね。アップダウンも大きいですし、ブレスのタイミングもものすごい速い曲なので、ぜひ試していただけたらなと思うんですけれども、あともう一つですね、ポルノグラフィティさんのサウダージですね。最近ファーストテイクの方でも上がっていたと思うんですけれども、やっぱり言葉数が多いですし、高音までしっかりいくんですよね。息継ぎのタイミングも速いし、結構やっぱ苦しくなってくるんですよ。サウダージはそのリリース当時私もたくさん練習した曲なんですけれども、苦しくなりすぎて歌い切れたことが当時一回もなかったんじゃないかなっていうぐらい、本当に難しい曲なので、ぜひブレストレーニング強化したいという方は、ぜひ取り入れていただけたらなと思います。二つ目、ロングトーンですね。これはですね、スピッツさんのはるかという曲。この曲サビのところが高いキーで、メロディーのアップダウンもそんなにないんですね。一息で歌わなければいけないフレーズが結構長いんですよ。呼吸はしっかりタイミングとしてはする箇所はあるんですけれども、一息で歌わなければいけないところが長いので、練習になるんではないかなと思います。で、同じスピッツさんなんですけれども、楓という曲ですね。これも、サビのところで割と長いフレーズ一息で歌わなければいけないというのがあるので、ぜひ試していただけたらなと思います。あと、なんといってもですね、この曲は抜かせないんじゃないかなと思うんですけれども、本田美奈子さんの、翼という曲ですね。YouTube で検索していただくとわかるんですけれども、ライブで歌ってる映像があるんですね。間奏入る前の伸ばしの部分がめちゃくちゃ長いんですよ。測ったらですね、息継ぎをして歌ってから30秒のロングトーンですね。安定しすぎて最後の方本当に機械の音なんじゃないか、本当楽器の音なんじゃないかなっていうぐらい本当に綺麗なロングトーンなんですよね。それがもう30秒続きますね。これはズバ抜けてすごいロングトーンなんですけれども、これに関しては一つのフレーズが長いというよりは伸ばしの音がシンプルに長いっていうところですね。これはぜひ試していただけたらなと思います。本当歌えたらすごいです。で、3つ目、声の安定ですね。これに関しては、ロングトーンとちょっと近しいところもあるんですけれども、伸ばす箇所が多い曲、必然的にバラードが多くなってくるんですけれども、伸ばしの部分が多いと必然的に声を安定させなければいけないんですよね。なので、そういったところに苦手意識持っている方にとっては、かなりいい練習曲になるんではないかなと思いますので、ぜひ試していただきたいんですが、松任谷由実さんの、卒業写真ですね。結構伸ばすところが多いです。揺れてしまってたりとかするとかなり目立ってしまいますね。で、あともう一つが手島葵さんのテルーの歌ですね。声の安定が得られてないと歌えない曲かなと思いますので、試してみてください。4番目、ファルセットですね。裏声。で、ファルセット使っている曲は、結構多いので、選曲しやすいかなと思うんですけども、最近の曲とかはですね、その地声と裏声のこの切り替えをたくさん行っているような曲が、すごくいいんじゃないかなと思います。それで
言うとですね、やっぱり最近の曲で一番有名なのは、キングヌーさんの白日ですね。最初の入りの部分もそうですし、もう裏声めちゃくちゃ使いますよね。で、裏声と地声の切り替えも一言ずつ切り替わったりしますので、すごくいい練習曲になるんじゃないかなと思います。その代わりめちゃくちゃ難易度高いので、声の安定にもつながってくると思いますので、トライしてみてください。あともう一つはですね、彩香さんの三日月ですね。A メロとか B メロ、サビ前はですね、割と裏声の部分ってそんなにないんですけれども、サビの方に行ったりとかしたところですね、結構透明感のある裏声を求められる曲なんですよね。なので、しっかり綺麗に出してないと、歌いきれない曲だと思うので、ぜひ試していただけたらなと思います。で、5番目、リズムですね。単にリズムを合わせて歌うっていうことではなくて、言葉、歌に対してリズム感をしっかり表現できるような、曲がいいかなと思います。なので結構そのヒップホップであったりとかもそうなんですけれども、 R&B 系の曲とかはやりやすいんじゃないかなと思ってまして、具体的に言うと裏拍でアタックしているような曲がいいんじゃないかなと思います。有名な曲で言うと久保田利伸さんのララララブソングですね。結構裏拍のアタックが多い曲なんですよ。リズムの表現をするという意味では、ものすごくいい練習曲になるかなと、思います。久保田さんの曲であれば割と裏拍でアタックしてる曲多いので、久保田さんの曲であれば何でも割といけるんじゃないかなと思います。あと裏拍じゃないんですけれども、久保田利伸さんのミッシングですね。最初のイントロがスローテンポなんですけれども、連符を使ったイントロなんですよね。3連符。楽譜見ていただくとわかるんですけれども、3連符使ってるんですよ。なのでイントロから歌の入りがものすごく難しいっていう風に感じる方が多い曲なので、リズム感に強いですという方でもずらしやすい曲なので、試していただけたらなと思います。で、6つ目、音程ですね。これに関してはどの曲歌っても音程の練習に当然なるんですけれども、今回ピックアップさせていただいたのは、転調が多いものであったりとか、メロディーのアップダウンが大きいものであったりとか、通常のこのダイアトニックスケールからちょっとずれたような音をたくさん使っているような曲とか、そういったものをピックアップさせていただきました。愛子さんのカブトムシですね。これはですね、割と歌いづらいっていう方多いですね。結構飛び抜けた音を使ったりとかしてますので、ぜひ、試していただけたらなと思います。最近の曲で言うと、オフィシャルヒゲダンディズムさんのクライベイビーですね。これもめちゃくちゃ転調が多いんですね。確か10回ぐらい転調してんじゃないかなと思うんですけれども、A メロ、B メロ、サビ、サビでも2回転調して、1回転調してますし、もう本当に歌いづらい曲だと思うので、ぜひ試してみてください。あと、米津玄師さんのレモンですね。この曲はですね、音のアップダウンがものすごく激しいんですね。音を取るのがそもそも難しかったりするので、本人はさらっと歌ってますけどね、それがすごいと思うんですが、本当に難しいですよ。音を取るのがですね。なので、ぜひ練習曲に付け加えていただけたらなと思います。そういった意味で言うと、最初にご紹介したYOASOBIさんの夜にかけるも、そうですね。結構音のアップダウンが激しいので、良いんじゃないかなと思います。で、7番目、表現力ですね。そもそも自分自身がその歌詞であったり曲に感動しているっていうことが大前提になってくるんですけれども、どの曲でも感情移入していくことはもちろんできるんですけれども、特にその感情のうねりであったりとか、感情的に歌える曲を今回はピックアップさせてもらったんですが、一つ目、リサさんのホムラですね。この曲はですね、ファーストテイクでもすごく話題になってバズった曲ではあると思うんですが、リサさん自身もそのファーストテイクの中でも感情的に歌ってらっしゃるのがわかると思うんですよね。なんですけれども、当たり前ですけど、その音程であったりとか基礎の部分をしっかりやった上で自分の色を出して感情も乗せてっていうところですね。それがリサさんの技術の高さを感じさせるんですが、感情を声の表現として出しても全然かっこいい曲に仕上がるかなと思いますので、ぜひ練習していただけたらなと思います。あとは清水翔太さんの花束の代わりにメロディーをという曲ですね。で、これは最初の歌の入りの A メロ、B メロ、サビっていう風に言った時に、A メロの入りはすごく静かに入っていくっていうのと、あと清水翔太さん自身もわざとですね、その感情を出すためにリズムをちょっとずらして歌ったりとかっていうこともされている曲なんですよね。そこに感情が見え隠れするような歌い方をされてらっしゃいますので、表現力を鍛えるっていう意味ではすごくいいんじゃないかなと思います。8番目、ビブラートですね。これに関してはですね、実際に私がこれがやりやすいんじゃないかなという曲をピックアップさせていただいたんですけれども、ケミストリーさんの Pieces of a Dream ですね。これ実際私もビブラートの練習でケミストリーさんの曲ばっかり練習してた時期があって、自分が本当にビブラートの練習に役立った曲っていうことでもあるのでピックアップさせていただいたんですけれども、本当にですね、こんなビブラートしたいなって自分の理想像の中で練習ができるので、すごく役に立ちました。ぜひ取り入れていただけたらなと思います。あとミーシャさんの愛の形、ミーシャさん自身も言葉一つ一つにですね、割とビブラート入
れる方なんですね。大体ビブラートってフレーズの終わりにかけることが多いんですが、ミーシャさんの場合は歌の途中でもちょっとずつ細かいビブラートを入れてるんですよね。そういった部分も踏まえて練習できるんじゃないかなと思いますので、すごい良い練習曲かなと思います。で、9番目、ピッチベンド。ピッチベンドは音を曲げるっていうテクニックなんですけれども、例えばですね、川崎隆也さんの君のための君の歌っていう曲があるんですが、これは割とですね、ピッチベンドばっかり入っている曲なんですよね。で、どういうメロディーかっていうと、君がこの世に生まれたっていうメロディーがあるんですけども、この生まれたレレレ、この音が曲がっているように聞こえるのがピッチベンドっていうテクニックなんですけれども、割と川崎隆也さんの歌はですね、ピッチベンドたくさん入ってますので、すごい参考にしていただけると思います。で、最後、フェイクについてですね。これに関してはメリスマ商法とか海外では言われたりするんですけれども、あんまり日本の曲だとそんなに数は多くないんですが、ミーシャさんの忘れない日々ですね。こちらでは途中でですね、こうフェイクと言って、はーとか、なんかそういう自由にこうメロディーを作って歌うような箇所なんですけれども、そういうのをフェイクって言ったりするんですが、そういうのがすごいいっぱい入ってるんですね。ミーシャさん自身もそれをこうしっかり歌いこなしていらっしゃいますし、もちろん日本の曲でしっかりフェイクを練習しようと思ったらですね、なかなか数少ない中で、この曲はですね、フェイクをしっかり取り入れている曲でもあるので、参考にしていただけると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。あと今オンラインレッスンもやってますし、対面でのレッスンもやってるんですけれども、ご興味ありましたら概要欄の方からお問い合わせください。それではご視聴どうもありがとうございました。